ジャパニーズポッドキャスト with 桜子。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。桜子です。ジャパニーズポッドキャスト with 桜子を聞いてくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化や行事、食べ物や私の体験など、日本の日常を日本語でお送りしています。12月も半ば、年末が近づいてきましたね。今回のテーマは今年の漢字です。日本で今話題なのは、12月12日の夕方に今年の漢字が金に決まったということです。今年の漢字は京都市に本部がある日本漢字能力検定協会がその年の世の中のありさま、世相を表す漢字一文字を一般から募集し、最も多かった字が選ばれます。1995年から始まって今年は30回目にあたるそうです。今年の漢字は毎年12月12日前後に発表されます。例年通り今年も12月12日の午後2時過ぎに京都の清水寺で大きな和紙に金と書き上げられました。22万1900通の応募の中から金は約1万2100票を集めました。応募数も結構あってびっくりです。パリオリンピックやパラリンピックに出場したアスリートが数多くの金メダルを獲得したほか、大谷翔平選手が3回目の MVP を獲得するなど、値千金の活躍だったほか、佐渡島の金山が世界文化遺産に登録されたことなど、光を表す金の意味、政治の裏金問題や金目当ての闇バイト強盗事件、止まらない物価高騰など、影を表す金の2つの意味を示しているということです。京都の清水寺で発表される今年の漢字は、日本人が注目している年末の風物詩の一つです。そしてその年を振り返るきっかけのイベントとして注目を集めています。発表された12日の夕方のニュースは、今年の漢字の話題が必ず取り上げられていました。この漢字が発表され、ニュースで今年の漢字を知ったのですが、そうだよねと納得でした。今年は日本の物価高を痛感する年でしたね。いろんなものの値段が上がりました。生活する上でお金の大切さを考えさせられる一年でした。そしてオリンピック・パラリンピックやスポーツで輝かしい結果も得られて誇らしく感じましたね。金が選ばれたのは2021年以来5回目だそうです。お金事情は生活に直結するので選ばれやすそうですよね。金以外の候補として2位だったのが歳です。歳は元日の能登半島地震やその翌日の航空機事故など災いとともに始まった1年だったとのことで2位でした。3位、翔は大谷翔平選手の活躍に多くの国民が勇気を与えられたとして票が集まりました。2024年1月に大谷翔平選手が日本全国すべての小学校に3つずつグローブを送ってくれたんですよね。右利き用だけでなく、左利き用も送る大谷選手の気配りには全国民の称賛を得ました。候補の4位に真が入りました。
震は能登半島地震のほか、南海トラフ地震臨時情報が発表されたことを理由に挙げています。南海トラフ地震臨時情報はいよいよ地震が来るのかと今までにない緊迫した雰囲気でドキドキしました。この情報をきっかけに防災バッグの見直しや衛生品、水の買い占めが起こったりしました。5位には震が候補に上がりました。新しいという意味の漢字です。震は20年ぶりに新紙幣が発行されたことや、新しい総理大臣が就任したことなどが印象に残る出来事だったとしています。私自身の個人的な今年の漢字は何かなと考えたときに5位にランクインしていた新でした。新しいという意味の新です。子供が新小学1年生になったことや、新しくこのポッドキャストのチャンネルを始めたことが選んだ理由です。今まで挑戦したいと思ってきたことに新しく挑戦した年だったなぁと振り返って思いました。今年の漢字は目標ベースじゃなくて結果ベースで考えるから面白いところですね。こういう一年にしたいって年初に思っても12月になった時に一年のまとめとして今年の漢字を考えます。なので思うような漢字になるとは限らないんです。個人的なものを除いて公募で決まる今年の漢字は社会情勢の影響を強く受ける傾向にあります。去年の2023年は税という漢字でした。税金が上がったり、インボイス制度が始まったからです。税に関しては正直今年も影響を大きく受けてますね。今年の漢字を振り返って来年はどんな年にしようかと家族で話したりするきっかけになります。日本は漢字で1年を表すけど海外だとどうなのでしょうか。単語一つで表したりしますか？またコメントで教えてください。皆さんの今年の1年は漢字で表すと何になるんでしょうか？今年起きた出来事、やったこと、いいこと悪いことなどいくつかコメントで教えてくれませんか？私があなたのコメントからあなたの1年に合う意味の漢字をコメントでお返しします。今回のお話はここまでです。チャンネル登録、グッドボタン、励みになるのでぜひお願いします。いつもありがとう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。